はい。ということで、早速参りましょう。僕らの最強ゲーム伝説。イエーイ。よろしくお願いし始ます。ありがとうございます。パチパチパチ。全力拍手や。ということで、今日は RPG 論という RPG をテーマに、語っていこうと。RPG といえばね、今、オニオンゲームズさんが今、新作 RPG を手がけてらっしゃるということで、タイムリーなんじゃないかなということで、僕が RPG のお話ししたいです。RPG 論山久さんにね、この話をね、何ラジオやりますと相談したときにね、RPG 論がいいんじゃないですか僕もね、あんまり深く考えずにね、RPG か、オッケーオッケーって言ったんだけど、言った後に、やべえ、俺今 RPG 作ろうとしてるじゃんと。そうなんですよ。俺 RPG 作ってる時に人様の RPG の話とかを論じたら、マジかっこ悪いじゃん。いや、そんなことないですって。まあでも、なんかこう、RPG 論っていうとなんか難しいんですけど、なんか、例えばですけど、なんか、ゼルダの伝説あるじゃないですか。なんかあれを RPG とするかどうかみたいな話から入ってくるんですけど、あれはね、はい。RPG だと思いますよ。RPG の中に、でもなんか、好きな RPG 何って言って、ゼルダの伝説って言うと変な感じになりません？僕は RPG だと思うんですけど。なるほどね。RPG ってなんだって話ですね。そう、だからすごい広いんですよね、意味が RPG って。なんかみんなのイメージの中で語られすぎてる気がするんですよ。真面目な話していいですか？いいですよ。一回と言わず。ロールプレイングゲームって昔からあったんですよ。まあ、下手したら僕が中学生の時には、その RPG ってビデオゲームで遊べてないけど、テーブルトークの RPG は存在したし、ダンジョンズ&ドラゴンズっていうね。でもさ、今 RPG って言ってダンジョンズ&ドラゴンズのこと思わないさ、みんな。でもね、そうっすね。ほとんどその中に基本が入ってて、やっぱり、ファンタジーものの、その中世もので、なんだろう、敵がスライムが出てきたりとか、ゴブリンが出てきたりとかするっていう、そういうこう、もので、それの簡易版で一人で遊べるゲームブックみたいなのがあって、ひふき山の魔法使いとか、そういうのがこう、流行って、で、それと同時に並行して、なんかパソコンゲームもどんどんRPG を作るようになったんだよね。ファミコンの前ね。で、その時にいろんななんだろう、ウルティマだ、ウィザードリーだ、無限の心臓だっていっぱい出てきて、でもね、その時はね、パソコンなんで、1万本とか売れると大ヒットの世界なんだけど、ファミコンになって、ファミコンの世界でね、ドラゴンクエスト1が出たんですよ。で、その時にみんなファミコンってもうアクションゲームばっかりなんで、ざわつくわけ。何このゲームはと。で、パソコンやってる人たちは、いやいや、それはちょっとファミコン用に簡易化したロールプレイングで大したことないよなんて言ってたんですよ、最初は。ウィザードリーとかウルティマやれよみたいな、ブラックオディキスやれよみたいなさ。コアゲーマーたちの遊びでしたからね。コアゲーマーっていうか、もうコアゲーマーっていうか、もうあの時パソコンやってた人って、もう、ゲームを遊ぶ人ってパソコンでしか遊べなかったからね、当時。そうか、ファミコンとかないから。そう、ファルコムのザナドゥとかイースが大好きでみたいな、そういうとこだったのに、ドラクエ1が出て、で、ドラクエ2が出て、で、そうすると、すごくなっていくわけですよ。ファミコンだからとかじゃなくて、いや、ドラクエ2いいじゃんと。すげえ、ウルティマより遊びやすいじゃんみたいな感じになってて、いつの間にか RPG はもう家庭用ゲーム機が普通になって、もうファミコンバザーみたいになり始めたんですよね。だから、すごいね、流れ的に言うとね、RPG っていうのはね、すごい根深くて、もう子供の頃からずっと隣にあったと思う、僕は。すっげえ真面目に喋った。RPG の簡易な歴史だったけど。でもやっぱりなんか、あれですね。想像してる、だから僕はこれが RPG だなって思うっていうようなのが詰まってますね。いや、多分僕ら世代は世代はって分かんないですけど、やっぱドラクエから入った人が多分多いと思うんですよ、RPG を。だから多分、RPG に多分ドラクエを求めちゃってると思うんですよね、多分。ドラゴンクエストがだからすごかったのは、僕らからしてみると、ドラゴンクエスト1っていうのは、ウィザードリーとウルティマを合体させた感じなんですよ。やっぱりこう、バトルはウィザードリーで、なんていうのかな、歩いてるところはウルティマみたいな雰囲気だったんだけど、しかも、敵の種類が1匹で自分も1人っていう、すごいシンプルな状態で、
こう、RPG を表現するところからファミコンでやってて、で、その時に、だからパソコンゲーム好きな人は、なんでそんなシンプルなのと。なんでそんな、パーティーとかないのとかって思ってたわけだけども、結果的に言うと、ドラクエってすごい上手いなと思ったのは、やっぱり1で1人だったのが、2で3人になってって、3人になった瞬間に、今度はすごいパーティー戦がすごいシンプルで分かりやすくて、遊んでる時にこう、飲み込みやすい状態になってて、戦略的にもなってて、だからドラクエ1から2へのフィーリングもすごかったし、で、3になったら、やっとウィザードリーみたいにメンバーをこう入れ替えたりとか、ルイナの酒場で入れ替えたりとかできたりな。その1、2、3で、それまでにあった全RPG の歴史を一気になんかこう学べちゃうような感じなんですよ、ドラクエって。それをやれば、過去はもうどうでもよくなるっていうかそう。ああ、なるほど。そう、それぐらいの要素が詰まってたのがドラクエ1、2。段階を踏んでこれまでの RPG を振り返ってくれたじゃないですけど、こう遊びやすく最初に導入から入って、これが RPG だよっていうのを3まででかけて教えてくれたみたいな感じなんですかね、ドラクエが。そうだから、3までに至るまでの間に、パソコンの RPG ファンも全員がもうドラクエに吸い込まれたと思います。僕の感想ですけど。そう言うとね、なんか怒る人いるんですよね。吸い込まれてねえわとかいう人いるんだけど、でもドラクエがそれで4出るんだね、その後にね。そうですね。その時にドラクエ4がすごいなと思ったのは、もう見たことがない形式だったのよね。だからこう。オムニバスの。オムニバスだし、しかもその、1、2、3を遊んでなくても、一つのパッケージの中に1の意味と2の意味と3の意味が入ってて、しかも、こう、なんだろう、戦闘が確か AI になったのが4からなんですよ。ガンガン行こうとか、で、ガンガン行こうと、そう、作戦で決めて、しかも、全員が集まって馬車で旅をするようになるでしょ、ドラクエ4の最終章って。そうですね。確か。パーティー入れ替えて。そう。あの時に、こう、全然ドラクエがもう3までで終わりだと思ったら、すごい進化して見たことないゲームが来た。いや、もう、ね、RPG の話すると、俺今、小学校から大人になるまで成長するとこまでずっと思い出してたから、ちょっとなんか酔っ払ってきた。他人事のように過去の RPG を褒める分には何ぼでも褒めちゃいますよね。やっぱ RPG 良かったな、すごく良かった。いろいろ今喋ったのはメジャーなとこなんよね、全部。そうですね。僕でも知ってるぐらいのレベルの話でしたね、ほとんど。山久さんと僕でこの RPG 面白かった話をすればいいのかな。それでみんなにどの RPG 面白かったかをすればいいのかな。僕、ロマサガ3最高でしたね。マジっすか。そっから来るんだ、木村さんに結構直でいく感じだと。あとは、僕結構これずっと思ってることなんですけど、その RPG の、なんでしょう、主人公が喋る喋らないって結構ありますよね、人によって。やべえな。ありますよね。そこ行く、喋る喋らない問題。喋る喋らない問題。これ、皆さんどっち派ですか？喋ってもいいぞっていう派か、いや、喋らないでほしいなっていう派が多分いると思うんですけど、これ僕の、原体験なんですけど、FF7 で、初めて FF を遊んだのが僕 FF7 だったんですよ。それまでずっとドラクエ派だったので、ドラクエのばっかりやってたんで、FF7 で初めて FF やってみたんですよ。で、ドラクエのルールに基づいて、やっぱりそのクラウドに、僕は安弘って下の名前、安弘って言うんですけど、安弘ってつけたんですね。そしたら安弘がめちゃめちゃカッコつけるし、めっちゃキサのことばっかり言うんですよ。で、俺そんなこと思ってないのになと思って、全然入っていけなかったんですよ、なんか。だからそれから、なんかちょっと主人公には喋らないでほしいなってちょっと思っちゃって。なんだろう、スクエアに入って、やっぱりその主人公が喋るべきか喋らないべきかみたいな話は、なんかすごいやっぱりこう、お昼ご飯の時とかに議論になるわけよ。なんか。で、そういう時に、やっぱりでもね、割とね、やっぱり、面白ければ喋っていいんじゃないかっていう説みたいなのが多かったりとか。なんかやっぱファイナルファンタジー言うぐらいあって、やっぱりこう、ドラマチックやな、みたいなことがいっぱい散りばめられてた記憶がありますよね。だから違うんだろうね、目的が。
僕がね、でもね、好きな RPG っていうかね、結構革命的で記憶があるのがね、実はね、やっぱりファミコンとかスーパーファミコンよりも、やっぱりもっと昔のパソコン時代のゲームで、ウルティマシリーズの4、その街中の人が生活を持っている、ムーンみたいにこう、生活を持っていて、で、喋りかけると無限に喋りかけられるようなルーチンで、街の人一人に対して単語を語りかけるとずっと答えが返ってくる。だからそういうそのウルティマのあそこら辺の記憶がすごい強くて、だから結局その洋芸のなんか憧れみたいなのがあって、で、僕はだからスクエアにいる時もやっぱりこう洋芸のなんかこう洋芸好きチームっていうか、なんかそう、ムーン作ってる人たちは洋芸が好きだったね、みんなね。だからそういうのミストとかね。そう。だから、そのファミコンはその時ドラクエ1とか2とか3っていう進化を経て、ウルティマの1、2、3みたいなのをより良い遊びやすいものを巻いてたんだけど、でもその時に、だから、堀裕二さんだってきっと知ってたでしょうよ、ウルティマとかウィザードの存在を。そこをやっぱり自分たち流にアレンジして、こう、うまく RPG をこう、鳥山明の絵と合体させて、ああいうの作っちゃうっていうのが、すごい凄まじいセンスだよね。なんか。そうですね。それまではやっぱりコアな、マニアックなこう遊びだったと思うし、もう、ああいう開拓がないと、RPG を遊ぶ人数も少ないし、ね。そう、だから今、僕が仕事できて RPG 作るとか言えてるのはあの時代があるからですよね。広くみんなが遊べるぐらいの感じにしてくれたのは、やっぱドラクエの、やっぱその一番の功績じゃないですけど、とは思いますね、やっぱり。そうね。やっぱそこはそうよね。やっぱでもずっと RPG のそばにいて、実際その RPG を作る現場にもいて、今も作っててってなると、やっぱこう、木村さんの人生の中にずっとやっぱりいるんですね、RPG がやっぱりずっと。いやー、いないね。言ってるんだよね、最終的に。で、僕はでも、もうそのチームを率いるのが大嫌いで、人増やしたくないんで、もうできるだけ少ない人数で作るっていうのを最近やってて、やっぱりこう、ミリオンオニオンホテルにしても、山田君にしても、そのコアスタッフってすごい少なくて、ヘルプの人は入るんだけど、基本的には5、6人でやるっていうスタンスでやってたし、やっぱりその RPG を作るときにあんまりこう、ね、そうですね、なんていうかな、こう、パイで作るとしんどいんですよね、人の相手するのが。だから、なんとかこうシンプルな状態でやりたいなと思ってたんだけど、そんな時に、トビー・ホックスがほぼ一人で RPG 作ったじゃないですか。そうですね。アンダーテール。あれのやっぱり影響っていうのがあって、こう、こうじゃないと RPG 作れないって思い込むのは間違ってるなと思って、ちょっとこう一人っていうかその少ない人数でも乗り切れるし、アンダーテールとは違う何かを作れるんじゃないかっていうイメージを持てるんじゃないかってずっと考えてたよね。2013年ぐらいから。だから、その話をどうにか今やっとこそ始めたなという感じですよね。なんか、RPG っていうのは、やっぱずっとその、昔のその、はるか昔からずっと続く世界があって、で、一回こう、パソコンの世界でカンブリア紀みたいにバー広がって、でその後ファミコン、スーパーファミコン、プレステとこう、コンシューマーでまたブワーって広がって、で、一回 RPG ってあんまり普通のこう、昔からの RPG みたいな文脈が途絶えたのに、やっぱりアンダーテールでこう、またこうね、昔風のこう、ああいう世界がこう復活して、さあどうなんのっていう、次どうなのみたいな。うわ、作りにく。もうどんどん話広がって、なんか収集つかなくなっちゃいましたね。まあでもいいんじゃない？だって最古の RPG からアンダーテールまで来たんだから、そういう意味ではもう一通り喋ったよね、きっと。RPG の話はできましたね。なんとなく。ということで、はい。これみんな終わったらね、お茶の間とかのね、雑談とか、お茶の間の放送とかにね、移動するといいかもしれないよ。お茶の間で会話をお願いします。僕残るんで、
お茶の間、僕行くんで、そっちでちょっと話しましょう、みんな。すいませんじゃあ、山系さんがお茶の前はい移動ということで。ということでよろしくお願いしますはい、本日は、はいラジオ最後までお聞きいただきありがとうございました。はい、失礼しま。ますた次回もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。はい、さようなら。さようなら。はいバイバイ。バイバイ。